ゆっくり解説。狂気の美貌。伝説の女優イザベル・アジャーニ。魂を削る演技の傑作ベスト10。ねえマリサ、女優さんって美しくて演技が上手い人が多いけど、そのレベルをはるかに超えて狂気的とまで言われる女優さんっているのかしら？いるんだな、それが、映画史に燦然と輝くフランスの至宝、イザベル・アジャーニだぜ。彼女はフランス版アカデミー賞と言われるセザール賞の主演女優賞を、後にも先にもただ一人、史上最多の5度も受賞した正真正銘の伝説で、その魂を削るような演技は、憑依型とまで言われるんだ。史上最多の5回、それはすごいわ。憑依型っていうのも気になるわね。ああ、役に入り込みすぎて、撮影後に精神を病んでしまうこともあったと言われるほどなんだ。今回は、そんな彼女のキャリアの中から、特に魂を削るような演技が見られる傑作を厳選して紹介するぜ。彼女がなぜ伝説と呼ばれるのか、その目で確かめてくれよな。第10位。ブロンテ姉妹。1979年。いよいよランキングの始まりね。記念すべき第10位はどんな作品かしら？第10位は、フランスの名将アンドレ・テシネ監督が手掛けた1979年の伝記映画、ブロンテ姉妹だぜ。19世紀イギリス文学史に名を刻んだ、三姉妹の生涯を描いた作品なんだ。ブロンテ姉妹、ジェーン・エアや嵐が丘は知ってるわ。アジャーニは誰の役を？アジャーニが演じたのは、嵐が丘の作者である次女エミリー役だぜ。しかもこの映画、長女役にマリー・フランス・ピジェ、三女役には、なんとあのイザベル・ユペールが共演している。まさにフランスの才能が集結した、奇跡の一本なんだ。アジャーニとユペールが姉妹役で共演なんて、豪華すぎて鳥肌が立つわ。今では考えられないような、奇跡のキャスティングね。まさにそうなんだ。後にそれぞれ独自のキャリアで頂点を極める二人が、まだ20代前半に姉妹役で共演している。この事実だけで映画史的な価値があると言えるぜ。本作でのアジャーニは、後の狂気的なイメージとは違い、静かで内向的な演技に徹しているんだ。彼女が演じるエミリーは、姉が華やかな野バラをめでるのに対し、トゲのあるヒイラギをめでる孤高の天才。セリフは少ないんだが、その強い眼差しだけで、内に秘めた激しい情熱と孤独を見事に表現しているんだぜ。言葉じゃなく、目で語る演技。まさに本物ね。後の激しい役柄とは違う、若き日の魅力が詰まっていそう。その通りだぜ。撮影は後にカミーユ・クローデルで監督を務めるブルーノ・ニュイッテン。彼が切り取る荒涼とした風景に佇むアジャーニの姿は、まるで絵画のようでもある。後の狂気ではなく、ガラス細工のような儚さと神秘的な美しさが際立った、キャリアの序章を飾る傑作なんだ。第9位。テナント。恐怖を借りた男。1976年。第10位は若き日の儚い美しさが印象的だったけど、第9位はどんな作品なのかしら？第9位は、ガラリと雰囲気が変わるぜ。ローズマリーの赤ちゃんで知られる巨匠、ロマン・ポランスキーが監督脚本主演を務めた1976年の不条理スリラー、テナント恐怖を借りた男だ。ポランスキー監督が自分で主演も、なんだかすごいわね。どんなお話なの？ポランスキー演じる内気な青年が、パリの古いアパートに引っ越すんだが、そこからどんどん妄想に取り憑かれていく。という、まさに悪夢のような物語だぜ。この作品は、ポランスキーの反発、ローズマリーの赤ちゃんと並んで、都市の閉鎖的な空間で人が狂気に陥っていく様を描いたアパートメント3部作の最終作とも呼ばれてるんだ。聞くだけで怖そう。じゃあアジャーニは、主人公をじわじわ追い詰めていく、不気味なアパートの住人の一人なの？いや、そこがこの映画の面白いところなんだ。アジャーニが演じるのは、投身自殺を図った前の住人の友人、ステラという役だ。最初は主人公にとって唯一の救いになりそうな存在なんだが、彼の妄想がひどくなるにつれて、彼女の普通の言動さえも、何か裏があるんじゃないかって不気味に見えてくるんだぜ。なるほど。彼女が狂っているんじゃなくて、彼女を見ている主人公の心が壊れていくから、
彼女まで狂って見えちゃうってことね。その通りだぜ。アジャーニの出演シーンはそれほど多くはないんだが、彼女のこの世のものとは思えないほどの美しさが、かえって主人公が見ている世界の歪さを際立たせるんだ。つまり、彼女は狂気を演じるのではなく、主人公の狂気を鮮明に映し出す鏡のような役割で、見る者に忘れられない強烈な印象を残した。だからこその第9位なんだぜ。第8位、ザ・ドライバー、1978年。次は第8位ね。前の2作はヨーロッパ映画だったけど、違う国の作品も出てくるのかしら？いいところに気づいたな、レイム。第8位は、ハードボイルドアクションの名将ウォルター・ヒル監督が放つ、1978年のアメリカ映画、ザ・ドライバーだぜ。アメリカの、しかもカーアクション映画にアジャーニが、なんだか意外な組み合わせね。そうなんだ。そこがこの作品の面白いところだぜ。この映画、登場人物にライアン・オニール演じるドライバーとか、ブルース・ダーンが演じる刑事とか、固有名詞が一切ないんだ。全員が役割名だけで呼ばれる、無駄を削ぎ落としたハードな世界観なんだぜ。名前がないなんて、独特で面白いわね。じゃあアジャーニの役名はなんて言うの？彼女の役名は、ザ・プレイヤー。ミステリアスな賭博師の女だ。主人公であるドライバーのアリバイを証言するキーパーソンなんだが、何を考えているか全く読めない。これまでの情念的な役とは180度違って、感情をほとんど見せない、まるで氷の人形のようなクールな美しさを披露しているんだ。感情を見せないアジャーニ。それはそれで見てみたいわ。セリフとかは多いの？いや、それが極端に少ないんだ。だからこそ、彼女のミステリアスな佇まいと、すべてを見透かすような強い眼差しが際立つんだぜ。CG を一切使わない、夜のロサンゼルスを疾走する圧巻のカーチェイスっていう、男臭い世界観の中に、彼女の無機質な美しさが存在する。その異質な組み合わせが強烈なケミストリーを生んで、唯一無二の傑作になったんだ。第7位、ノスフェラトー、1979年。第7位はどんな作品かしら？タイトルからして、なんだか怖そうな響きだけど。その感は当たってるぜ。第7位は、ドイツの巨匠ベルナー・ヘルツォーク監督が1979年に発表したゴシックホラーの傑作、ノスフェラトゥだ。これは、1922年に作られたサイレント映画の金字塔、吸血鬼ノスフェラトゥを、監督が深い敬意を込めてリメイクした作品なんだ。吸血鬼ドラキュラのお話なのね。アジャーニの役は、もちろん吸血鬼に襲われるヒロイン？その通り、彼女が演じたのは、吸血鬼に見初められてしまう主人公の妻ルーシーだぜ。そして、この映画を伝説たらしめているのが、吸血鬼を演じた俳優なんだ。ヘルツォーク監督の盟友にして伝説の俳優、クラウス・キンスキー。その演技はまさに人間離れしていて、彼の持つ狂気性が吸血鬼という役に完璧にはまっているんだ。彼の存在なくしてこの映画は語れないぜ。クラウス・キンスキー、名前だけでものすごい迫力を感じるわ。アジャーニとの共演はどうだったの？まさに光と影、生と者の共演だったぜ。白塗りの醜い姿で、深い孤独を背負ったキンスキーの吸血鬼。対するアジャーニのルーシーは、まるでガラス細工のように儚く、透き通るような美しさだ。この二人が並び立つだけで、一枚の絵画のような芸術性が生まれるんだ。ドイツのバンド、ポポルブーの荘厳な音楽も相まって、ただのホラー映画じゃない、悲しい愛の物語に仕上がっている。美しすぎて、なんだか切なくなってくるわね。見どころはどんなところ？やはり終盤のシーンだな。街がペストで壊滅していく中、ルーシーは全てを救うため、自らの命を犠牲にして吸血鬼を寝室に迎え入れるんだ。恐怖に耐えながら、朝が来るまで彼を引き止めようとする彼女の姿は、もう聖母のようで、崇高さすら感じるぜ。アジャーニの狂気ではなく、聖々とも言える美しさが頂点に達した傑作なんだ。第6位、サブウェイ、1985年。いよいよ第6位ね。これまでの作品は、どれも歴史や文学の香りがしたけど、次はどんな感じかしら？いい質問だぜ。第6位は、
80年代のフランス映画界に新たな風を吹き込んだ、若き日のリュック・ベッソン監督の出世作、1985年のサブウェイだ。この作品でアジャーニは、とんでもないイメージチェンジを遂げることになるんだ。リュック・ベッソン、ニキータやレオンの監督よね。彼の若い頃の作品なんだ。イメージチェンジっていうのも気になるわ。ああ。この映画はな、シネマ・デュルックっていう、映像や音楽のスタイリッシュさを前面に押し出した80年代フランス映画の新しい潮流を代表する一作なんだ。だから、アジャーニもこれまでの芸術的な役柄とは全く違う、時代の空気をまとったポップアイコンとして登場するんだぜ。シネマ・デュルック、なんだかおしゃれな響きね。共演者もすごいの？もちろんだぜ。主演は、この作品でセザール賞主演男優賞を獲得したクリストファー・ランバート。他にも、まだ若い頃のジャン・ユーグ・アングラードやジャン・レノといった才能が集結しているんだ。まさに恐るべき子供たちと呼ばれたベッソン監督のもとに、新しい才能が集まったんだな。すごいメンバー、それで、肝心のアジャーニのイメージチェンジっていうのは？それが本当に衝撃的なんだ。これまでの黒髪のイメージを覆す、パンキッシュで奇抜なヘアメイクに、大胆なファッション、まるでファッション誌から飛び出してきたみたいでな。80年代のポップアイコンとしての魅力をここで一気に爆発させたんだ。音楽もベッソン映画でおなじみのエリック・セラが担当した、シンセサイザーが効いたサウンドで最高にクールだぜ。なるほど、作品の雰囲気も、アジャーニの役柄も、すべてが80年代の最先端だったのね。その通りだぜ。アジャーニが役柄の幅を大きく広げ、新しい時代のミューズとしての顔を見せつけた記念碑的な一作。だからこその第6位なんだ。第5位、殺意の夏、1983年。ランキングもいよいよ半分ね。アジャーニの狂気にもいろんな種類があるって分かってきたけど、第5位はどんな狂気を見せてくれるのかしら？第5位は、彼女の狂気の演技が一つの頂点に達した作品だぜ。フランスの名将ジャン・ベッケル監督による1983年の傑作サスペンス、殺意の夏だ。この作品でアジャーニは、自身2度目となるセザール賞主演女優賞を受賞したんだ。またセザール賞、実力が本当にすごいのね。一体どんな役柄だったの？南フランスの田舎町に現れた、エリアーヌっていう妖艶で挑発的な美女役だ。でもな、その奔放な態度の裏には、母親が過去に受けた暴行事件の犯人を探し出し、復讐するという狂気的な執念を隠し持っている。この光と闇の二面性が凄まじいんだぜ。特に彼女が復讐のために男たちを誘惑していく様は、まさに小悪魔そのものだ。表の顔と裏の顔があるのね。見ていてハラハラしそうだわ。ああ、最初は街の男たちを次々と虜にしていく小悪魔的な魅力で観客を引きつけるんだが、物語が進むにつれて、復讐心に心を蝕まれて狂気へと落ちていく様を、まさに鬼気迫る演技で表現している。彼女のキャリアを代表する演技と言われるのも納得だぜ。壮絶な復讐劇なのね。結末も気になるところだわ。そこがこの物語の本当に深いところなんだ。実は、彼女の復讐計画そのものが、大きな誤解から始まっていたことが最後に明らかになる。運命の皮肉とも言える、あまりにも悲劇的な真実が待っているんだ。この圧巻の演技と物語で、アジャーニはフランスの国民的女優としての地位を不動のものにした。だからこその第5位なんだぜ。第4位、ポゼッション、1981年。いよいよ上位に来たわね。第4位は、これまでの狂気をさらに超えてくるのかしら？超えるなんてもんじゃないぜ。第4位は、もはや演技という言葉すら生ぬるく感じるレベルだ。ポーランドの奇才、アンジェイ・ズラウスキー監督が1981年に叩きつけた、伝説の問題作、ポゼッションだ。伝説の問題作。なんだかすごいタイトルね。アジャーニの評価もすごかったの？ああ、この作品でアジャーニは、カンヌ国際映画祭の女優賞とセザール賞主演女優賞をダブル受賞したんだ。共演は、ジュラシックパークのサムにいる。アジャーニは狂っていく妻アンナと、彼女そっくりの教師ヘレンの一人二役を見事に演じ分けている。
この映画でのあまりに凄まじい演技は、彼女自身に大きな負担をかけ、役から抜け出すのに時間がかかったと語っている。ダブル受賞に一人二役。才能が爆発してるわね。一体どんなシーンが伝説なの？この映画を語る上で絶対に避けられないのが、映画史に残るトラウマシーンとして名高い地下鉄のシーンだ。これがもう、本当に静止できないレベルでな。ごくり。一体何が起こるの？アジャーに演じるアンナが、地下鉄の通路で持っていた買い物袋をぶちまける。床に散らばった牛乳の液体の上で、突然痙攣し始めて、絶叫しながらのたうち回るんだ。そして体からは謎の液体が流れ出して、この蒸気を逸した狂乱を、カメラは約3分間、長回しで捉え続けるんだぜ。3分間も。想像しただけで鳥肌が立ったわ。それはもう、演技というより、そう、もはやドキュメンタリーに近い、女優の限界をはるかに超えた、魂そのものの叫びなんだ。アジャーニが文字通り心と肉体を削って挑んだ、キャリア史上最も壮絶な一本、まさに伝説の第4位なんだぜ。第3位、アデルの恋の物語、1975年。いよいよトップ3ね。第3位はどんな伝説が待っているのかしら？第3位は、イザベル・アジャーニという伝説の原点にして、頂点の一つだ。フランス映画界の巨匠、フランソワ・トリュフォー監督が1975年に発表した傑作、アデルの恋の物語だぜ。トリュフォー監督、すごい、ヌーベルバーグの巨匠じゃない。しかも、実はなんでしょ？その通り、これは、レ・ミゼラブルの作者、ビクトル・ユーゴーの次女アデルの日記を元にした物語なんだ。テレビで当時まだ18歳だったアジャーニを見つけたトリュフォーが、彼女のために脚本を書いたと言われている。まさに運命的な出会いだな。18歳で巨匠に見出されるなんて、まさにシンデレラストーリーね。どんな役を演じたの？報われぬ恋に全てを捧げ、狂気の淵に落ちていくヒロイン、アデル役だ。かつて愛を誓った男を追い、嘘を重ね、ストーカーのように彼を追い詰めていく。その純粋すぎるほどの愛が、そのまま狂気へと変わっていく様を、10代とは思えない演技力で体現しているんだぜ。純粋さが狂気に。一番怖くて、一番悲しいパターンかもしれないわね。ああ。特に、鏡の中の自分に向かって、彼を私の夫よと言い聞かせるシーンは圧巻だ。嘘を現実にしようともがく姿は、痛々しくも美しい。この演技で彼女は、当時史上最年少でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた。アジャーニ自身が、この映画のおかげで今の私があると語る。まさに彼女の狂気の美貌の原点。伝説の始まりにふさわしい第3位だぜ。第2位、カミーユ・クローデル、1988年。ついに第2位ね。アデルの恋の物語が原点なら、第2位はどんな位置づけの作品なのかしら？第2位は、まさにイザベル・アジャーニのキャリアの集大成にして、彼女の魂そのものが焼き付けられた作品だ。監督デビューとなるブルーのニュイッテンがメガホンを取った1988年の伝記大作、カミーユ・クローデルだぜ。カミーユ・クローデルって、あの有名な彫刻家ロダンの。その通り。弟子であり、モデルであり、そして許されざる恋人だった女性彫刻家だ。アジャーニはこの役を演じることに長年情熱を注ぎ、主演だけじゃなく共同制作者としても参加した、まさに渾身の一作なんだ。この作品で彼女は、2度目のアカデミー賞ノミネートと、3度目のセザール賞主演女優賞を受賞したんだぜ。主演と制作を兼任、それだけの思いが詰まった役なのね。ロダン役は誰が？近代彫刻の巨匠ロダンを演じたのは、フランスが誇る大名優、ジェラールド・パルドゥだ。この二人の才能がスクリーン上でぶつかり合う様は、まさに圧巻の一言だぜ。若く情熱に溢れた天才芸術家が、報われぬ愛と、偉大すぎる恋人へのコンプレックスに引き裂かれていく。その20歳から約30年間の壮絶な人生を、アジャーニが完璧に演じ切ったんだ。芸術家の苦悩と、女性としての苦悩。想像するだけで胸が苦しくなるわ。その苦しみが、やがて彼女を狂気へと追いやるんだ。自分の才能がロダンに盗まれるという妄想に取り憑かれ、
ついには自分の手で、血と汗の結晶である傑作の数々を破壊し尽くしてしまう。その鬼気迫るシーンは、見ていて魂が震えるほどだぜ。愛と芸術に全てを捧げた女性の栄光と転落。アジャーニの全てがここにあると言ってもいい。だからこその第2位なんだ。第1位、王妃マルゴ、1994年。ついに第1位ね。これまでの伝説を全て超える、最高の狂気の美貌が見られるのね。ああ、数々の狂気を演じてきたアジャーニだが、その集大成にして、最も壮麗な作品がこの第1位だ。フランス演劇界の巨匠パトリス・シェロー監督による1994年の歴史大作、王妃マルゴだぜ。歴史大作、なんだかスケールが大きそうね。どんな物語なの？ 16世紀末のフランス宮廷を舞台にした、愛と裏切りの物語だ。宗教戦争を終わらせるため、アジャーニ演じるカトリックの王女マルゴが、プロテスタントの王と政略結婚させられるところから始まる。この作品でアジャーニは、キャリア4度目となるセザール賞主演女優賞を受賞したんだ。4度目の受賞、まさにフランスを代表する大女優ね。見どころはやっぱりアジャーニの演技？もちろんそれもあるが、この映画は全てが伝説級だ。特に、結婚式の夜に起こるサンバルテルミの虐殺のシーンは、映画史に残る凄まじさだぜ。祝宴の場が一瞬にして死体の山と血の海に変わるんだ。その中で、アジャーニ演じるマルゴが、純白のドレスを返り血で真っ赤に染めながらさまよう姿は、残酷なのに、息を飲むほど美しいんだ。血に染まったウェディングドレス。美しくて、悲しい。究極の光景ね。そして、この映画を1位たらしめるのが、衝撃のラストシーンだ。愛する男ラモールを処刑されたマルゴは、彼の生首を膝に乗せて、静かに馬車に揺られる。その表情は、悲しみも怒りも絶望も、すべてを超越した狂気と愛に満ちている。これまでのキャリアで彼女が演じてきたすべての狂気が、この一つの表情に集約されていると言っても過言じゃない。アジャーニの狂気の美貌が最も気高く、最も壮絶に輝いた瞬間。文句なしの第一位だぜ。総評、まとめ。というわけで、狂気の美貌、伝説の女優イザベル・アジャーニ、魂を削る演技の傑作ベスト10をお届けしてきたぜ。どうだった、レイム？本当にすごかったわ。どの作品も、ただ美しいだけじゃなくて、魂がむき出しになるような瞬間があって、目が離せなかった。アデルの恋の物語の純粋な狂気も、ポゼッションの絶叫も、そして王妃マルゴの壮絶な愛も、全部忘れられないわ。そうなんだ。彼女の演技は、単なる上手さじゃない。役柄の人生そのものを生き抜き、人間の内に秘めた情念や狂気を恐れることなく引きずり出す。まさに芸術の領域なんだぜ。そして、その伝説はここで終わりじゃない。2009年のスカートの日では、郊外の学校で銃を手にする教師を演じ、5度目のセザール賞を受賞。今なお、その輝きは失われていないんだ。すごいわ。本当に、生きる伝説なのね。そういうことだぜ。その魂を削るような姿があったからこそ、彼女はフランス映画史に燦然と輝く伝説になったんだ。皆さんの心に最も深く刻まれたイザベル・アジャーニの作品はどれですか？ぜひ、コメント欄であなたのベストワンを教えてくださいね。この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それじゃあ、また次回の動画で会おうな。